こんにちは、村雲です。今回の動画では先日年次改良が実施されたレクサスの UX の内外装及び改良ポイントをグレード選択時の注意点なども合わせて紹介していきます。それではご覧ください。まずはグレード体系についてです。UX にはベースグレード、バージョン C、F スポーツ、バージョン L の4つのグレードが設定されています。ただ、このグレード体系に関しては、搭載されるパワートレーンによって異なり、2リッターエンジンとモーターを組み合わせた 300H では、4グレード構成となっていますが、EV である 300E の場合はベースグレード、F スポーツの設定はないため、注意です。また、今回の年次改良のタイミングからではありませんが、ガソリン仕様の設定は廃止されており、UX に搭載されるパワートレーンはすべて電動化されたものとなっていることも特徴であり、注意です。車両本体価格はご覧の通りとなっており、今回の年次改良のタイミングで約20万円の値上がりとなってしまっていますが、その値上がり分の価値があるかをこの後紹介していきます。続いて、パワートレーンについてです。繰り返しとなりますが、UX には直列4気筒2リッターエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドが搭載された 300H と、バッテリー EV である 300E が設定されています。今回の年次改良において、それぞれのパワートレーンに改良が加えられており、300H の方はハイブリッドシステムが新世代のものと置き換わったことで、システム出力が改良前よりも15馬力アップしたことでよりレスポンスの良い加速感などが実現されていることに加えて、4WD 仕様に搭載されているリアモータの出力も先代から34馬力アップと大幅に強化されたことで、操縦安定性も非常にアップしているものと思われます。300E に関してはすでに前回の年次改良において航続可能距離の拡張などが行われており、今回の改良ではバッテリーのクーラーおよびヒーターを搭載することで急速充電の繰り返し使用にも対応できるようになり、より高効率な充電が可能となったことで、急速充電時間が 25% 短縮され、EV としての使い勝手が改善されています。注意点として、300E には 4WD の設定はないため、雪道など路面状況が良くない環境での使用を想定されている方には注意となっています。続いて、内外装飾についてです。外装飾については UX には全部で12色の設定がありますが、グレードによって選択できる色が限られており、F スポーツ以外のグレードではご覧の色が選択可能となっており、F スポーツのグレードではご覧の色が選択可能となっています。また、F スポーツの場合はルーフがブラックアウトされたバイトーンカラーも選択可能となっており、より個性を演出することが可能となっており、グレード選択時は注意となっています。内装飾に関しては、ご覧の8バリエーションが設定されていますが、こちらもグレードによって選択できる組み合わせが異なり、ベースグレードの場合、こちらの2色から 300H のバージョン C の場合、こちらの4色から 300E のバージョン C の場合、こちらの3色から F スポーツの場合、こちらの3色からバージョン L の場合、こちらの4色から選択可能となっています。グレードによって選択できる色が異なり、またシート素材も異なるため注意が必要です。外観紹介になります。まだ年次改良仕様の UX の展示車両を撮影することができませんでしたので、こちらの年次改良前の特別仕様車をベースに年次改良ポイントを紹介していきます。まずはフロントフェイス周りになります。フロントフェイス周りは年次改良によって大きな変更は加えられておらず、レクサスおなじみのスピンドルグリルが採用されています。非常に押し出し感のあるフロントフェイスとなっており、
昨今のレクサスデザインはグリル開口面積を絞った新世代のものに置き換わりつつある中で、レクサス SUV の中では LBX の次のエントリーモデルに相当する UX になりますが、このグリルの迫力は兄貴分にも劣らないかと思います。ちなみに F スポーツのみグリル周りのメッキ化色が漆黒メッキとなることが特徴となっています。ライトユニット周りの造形も非常にシャープであり、綺麗に面発光するデイライトが一体となった切れ長のヘッドライトが特徴です。注意点として、この展示車の場合、単眼のヘッドライトとなっているため、オートでハイビームを切り替える機能は有していますが、対向車や歩行者を自動で防減するアダプティブヘッドライトを持った3連 LED ライトではありません。3眼のアダプティブヘッドライト機能を有したヘッドライトに関しては、バージョン L に標準装備、F スポーツ、バージョン C にオプション、ベースグレードには装備不可となっているため注意です。改めてフロントフェース周りを引きで見ると、スピンドルグリルを中心にヘッドライトやボンネットのラインが構成されていることがよくわかり、また NX などと異なり、スピンドルグリル自体もボディの形に沿った湾曲したデザインとなっていることで、この車両に求められるアクティブ感や軽快感を主張しています。サイドに回り込んできました。UX のボディサイズは全長 4495mm、全高 1540mm、全幅 1840mm、ホイールベースが 2640mm となっており、兄貴分の NX と比較すると全長 -165mm、全高 -120mm、全幅 -25mm となっており、全体的に一回り小さくなっていること、また内装紹介で紹介しますが、運転支援系の装備も充実しているため、運転に不安のある方でも運転しやすい車両になっていることと思います。ボディサイドのデザインに関しても年次改良によって変更は加えられておらず、ルーフのラインが後席乗員の頭の位置からなだらかに傾斜するクーペ SUV となっており、実用性よりも運動性能などを優先している SUV であることがデザインからもわかります。またサイドに入ったラインがリアフェンダーに向かって駆け上がり、リアフェンダー周りで切り落とされたような面が構成されていることで、斜めから見た際の後ろタイヤの踏ん張り感が強調されています。B ピラー周りやウィンドウモール周りにもシルバーやピアノブラックのパーツが使用されており、質感としても好きなしな印象でありました。また、この特別使用車の場合はフェンダーアーチモールがボディ同色に塗装されていますが、通常仕様では樹脂のモールとなっており、より SUV らしい力強さを感じさせてくれるものとなっています。ホイールデザインも豊富なバリエーションが設定されており、グレードによって選択できるホイールが異なるため注意です。リアに回り込んできました。UX はリアのデザインがかなり特徴的であり、ご覧の通り、両端がフィン形状となり、整流の役割も持ったテールランプが一文字に入っており、非常にシャープな造形となっています。UX が発売されてからかなり経ちますが、未だに先進的なデザインであると言えます。下部は樹脂パーツが大半を占めており、マフラーが1本出しの状態で見えています。300E の場合は当然マフラーはありません。斜めから見ると UX のデザインのスポーティ感がより顕著に感じられ、なだらかに落ち込むルーフのラインと、そのラインに合わせて絞り込まれていく、サイドのラインが非常に機能美を感じさせるデザインとなっています。少しだけ気になるのがレクサスエンブレムの位置です。一文字のテールランプと干渉しないように配置されているため、少し下側にオフセットされており、これならば NX などから採用が始まっている。エンブレムではなく、ロゴを配置するデザインにされても良かったかなと感じました。内装紹介、まずはトランク容量についてです。トランク容量としては、ご覧の通りとなっています。左右のえぐりとしてはそこまで大きくはありませんが、もともと車幅がそれなりにある車ですので問題ないかと思います。
奥行きに関しては手を伸ばしても届かないくらいあり、実用性としては必要十分かと思います。サイドには買い物フックであったり、12V のシガーソケットがあり、また 1500W の外部給電機能を装備することが可能となっていますが、こちらは 300H には全グレードでオプション、300E では標準装備となっているので注意です。床下収納としてはご覧の通り、大きく取られており、ボードを一段下げることができる2段構造となっており、ラゲージ容量を拡大することができます。通常の状態ではトランクの床面に段差はないため、スムーズに荷物の出し入れが可能であり、必要に応じてボードを上げ下げすることで様々な状況に対応できるかと思います。また、ご覧の通り、後席を倒すことでフラットかつ広大な荷室空間が得られますので、外観は都会派な SUV ですが、アクティブな使用シーンにも対応可能かと思います。続いて、運転席周りの紹介になります。運転席のドアの内張りはこのようになっており、上半分はソフトパッドとなっており、握り心地のいいドアノブが高級感を演出しております。また手で触れる部分には、ソフトパッドがあしらわれており、質感は非常に高くなっています。ドアの下部に関してはハードプラとなっていましたが、ペットボトルが収容できたりと実用性も十分かと思います。乗り込みの際は SUV のため、頭上スペースに余裕があり、また、最低地上高もそこまで高くないため、乗り込むというよりも腰をスライドさせるだけで運転席に座ることができ、どなたにとっても乗り込みやすいパッケージかと思いました。ステアリングのデザインはこのようになっており、左側にオーディオ操作系、右側に運転支援系のスイッチを配置したシンプルなものとなっています。改良前のメーターデザインはこのようになっており、アナログと7インチのデジタルメーターが組み合わさったものとなっていましたが、今回の年次改良において 12.3 インチのフル液晶メーターが標準装備となっており、レクサス社の弱点であったメーター情報表示量の少なさが改善されています。このメーターデザインもフル液晶の特性を生かし、グレードによって多少デザインが異なるため、要注目となっています。加えて、ヘッドアップディスプレイを装備することで、より多くの情報を目線をそらすことなく得ることが可能となるため、ぜひ装備を検討したいところです。こちらはベースグレードには装備不可であり、それ以外のグレードにはオプションとなっています。今回の年次改良によって、予防安全装備にも改良が行われており、高速道路の車線中央を走行するよう支援するレーントレーシングアシストの機能などに加えて、ミリはレーダーと単眼カメラを組み合わせたセンサーによって、プリクラッシュセーフティの作動対象が拡大され、昼の自動二輪車や夜間の自転車運転者が検知可能となり、また、出会い頭の交差点衝突回避支援機能も新たに対応可能となっています。また、さらなる運転支援として、車両の周囲をカメラにて確認できるパノラミックビューモニターの設定があり、こちらはベースグレードには装備不可、それ以外のグレードにはオプションとなっています。この装備はご覧の通り、自車の周囲を死角なく確認することができ、車幅が大きめの UX にとっては安心感に関わる装備であります。ナビ画面としては 12.3 インチのナビが全車標準装備となっており、タッチ操作式が採用され、横長ディスプレイが採用されていることで、運転視界の妨げとならないよう配慮がされています。その下には、エアコン吹き出し口と真ん中にハザードランプのスイッチがありますが、こちらはピアノブラックなどの塗装処理がされておらず、少し質感が下がっているように感じてしまいました。その下には、エアコン操作系のスイッチが配置されており、キーボードのように押し込むタイプとなっているのが独特であり、押し間違いがしにくいようになっています。その下の奥には小物入れという USB タイプ C の差し込み口があります。オプションとなりますが、置くだけ充電機能を装備することも可能となっています。
その後ろにはペットボトルホルダーが横向きに配置されていました。その後ろにはシフトノブが配置されていますが、こちらは改良前のものとなっており、改良後は電子式のコンパクトなものへと変更されていることでよりスマートな内装へと変わっています。その横にはシートヒーターやシートベンチレーションなどのスイッチが配置されています。少し取ってつけた感がある配置となっているのは、もともと年次改良前はナビ画面がタッチ式でなく、タッチパッドでの操作であったために、そのパッドがこちらに配置されていましたが、それが廃止となったためであり、それならば、エアコン操作ボタン付近にスイッチを集約し、空いたこのスペースにスマホの置くだけ充電機能を持たせてもよかったかなと思いました。アームレスト内の容量としてはかなりの深さがあり、実用性が高いことと、助手席側からも開閉できることが地味に便利かと思います。シートの形状はご覧の通りであり、サイドのキルティング処理なども高級感があり、張り出しもありますが、体を支えるというよりも包み込むといった形状となっています。快適装備であるシートヒーター、ベンチレーションに関してはベースグレードは装備不可、300H バージョン C ではシートヒーターのみ、それ以外のグレードでは両方装備されていますので注意です。続いて後席の質感となります。後席のドアの内張りはこのようになっており、上部はソフトパッドで覆われており、持ち手は運転席、ソフトパッドがあしらわれていますが、ウィンドウスイッチにメッキ処理がなかったり、ペットボトルホルダーがないなど、前席同様の質感とは言えませんでした。乗り込む際もデザインを優先したクーペライクの車両であるため、開口幅はそこまで大きくなく、乗り込む際には少し窮屈感があるかもしれません。足元スペースは身長170センチの私のドライビングポジションでこのぐらいであり、足が組めるほどのスペースはなかったため、より高身長の方は注意が必要かと思います。またシアターシートとなっていないため、前席シートの圧迫感が思ったよりも大きく、スペースのありなし以上に窮屈感を感じてしまうかもしれません。センタートンネル付近にはエアコン吹き出し口があり、また USB ポートも2つ備え付けられています。アームレストにはカップホルダーがついているため、実用性としては問題ないかなと思います。シート形状としてはサイドの張り出しは前席ほどではなく、前席のようなキルティング処理も施されてはいなかったため、この車両のコンセプトが後席の快適性よりも前席の快適性を重視したドライバーズカーのコンセプトであることが伺えます。また快適装備に関しても 300E のみ後席シートヒーターが採用されており、300H に関してはグレードにかかわらず装備不可のため注意です。改めて内装の前景です。UX の世代からレクサスの内装はボタン配置が見直され、それぞれの機能ごとに操作しやすいようボタンが集約されたことで、ドライバーが運転に集中しやすいこの車両のコンセプトに合った内装デザインとなっていることがよくわかります。まとめです。外観、内装ともに今回の年次改良で大きな変更は加えられていませんが、動力性能の強化やデジタルメーターの採用、予防安全性能の強化などが行われたことで、車としての基本性能が向上しており、より魅力的な車となったことがよくわかります。購入検討の参考となれば幸いです。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。またブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。